There is a world I haven't seen, a little further than I've been. With every step, the sky feels wide and something hopeful comes alive. I'll take the road as it unfolds, carry the dreams I've always held. Whatever waits beyond today, I know I'm ready for the way. こんにちは、まゆみです。私は今、富士山吉田ルートの登山口、富士スバルライン5合目に来ています。ということで、今日はですね、富士山に登ってきます。以前登ったのが2014年の7月なので、約12年ぶりの富士登山となります。そして吉田ルートからは初めてなんですけど、めちゃめちゃすごい人なんですよ。こんなに富士山に登るのかっていうぐらい、かなりたくさんの方でにぎわっています。で、今回はですね、8合目の山小屋に泊まって、翌朝、夜中ですね、夜中ご来光を見るために山頂に向かって、ご来光を見てから下山するという1泊2日の行程で歩きたいと思います。で、この動画では12年ぶりなので、今の富士山の様子だったり、あと装備ですね、どういうものを持ってきたのか、あとこういうのが必要だった、これは持ってきたけどいらなかったかななど、そういう装備のことも詳しくご紹介していきたいなと思います。なのでこれから富士山に登る方の参考になれば嬉しいです。で、今回はですね、大和渓谷チャンネルさんとのコラボ企画ということで、大和渓谷チャンネルの方でも動画がアップされていますので、そちらも合わせてご覧ください。ではこれから登山ゲートの方に向かうんですけど、その前に通行料のお支払いだったり、登山装備のチェック確認などがあるので、そういう手続きをしていきたいと思います。はい、ここで必須装備のチェックがあります。必須装備はセパレートタイプの雨具、あと防寒着、登山に適した靴となってます。はい、ここで、お金を払います。今お支払いが PayPay とかクレジットカード、現金で選べるようになってます。はい、PayPay で払いました。はい、ではリストバンドつけてきます。これで大丈夫ですね。はい、2026年つけました。はい、OK。はい、吉田ルートの地図です。吉田ルートは黄色で表示されていて、今現在地がここなんですけど、ここからこういう風に歩いていって、翌日山頂までアタックしていきます。はい、で富士山のルート、こういう風に色分けされています。で、吉田口はこの黄色になっているので、黄色を目印に歩いていきたいと思います。これがゲートになります。お昼の14時から午前3時までこのゲートは閉まっているそうです。で、ここでリストバンドの確認があります。こんにちは。はい、あります。あ、見ました。これですいません。お願いします。お願いします。はい、ゲートをくぐってスタートしました。なんだか霧に包まれていい感じです。そして今日はこちらのメンバーです。おなじみですね。カメラマンの神谷さん、久良さん、河原さん、よろしくお願いします。はい、今日の格好はこんな感じです。ここの今の気温が20度ぐらいなので、半袖でいいかなと思って、メリノールのアイスブレーカーの半袖ですねを今日は着てきました。で、この下にファイントラックのドライレイヤーをタンクトップを着ています。で、パンツは
ミニマライトのオーディナリーパンツ、ストレッチのある動きやすいパンツです。で靴はビボベアフットのマグナフォレストで、キャップはサンバリア100といって、UV100% カットできる、キャップになります。寒くなったらシェルを羽織ったりしようかなと思ってこの中に入ってます。バックパックは今日ローローマウンテンワークスの45リットルのラスカルを持ってきました。これ腰ベルトがあるので、ちょっと今日荷物が10キロぐらいなんですけど、ちょっと安定して持てるかなっていう感じですね。ということでちょっと今は平坦な道なんですけど、この道を6合目ぐらいまで歩いていくみたいです。はい、富士山まで6キロです。はい、ここから本格的な登山道って感じですかね。まだ樹林帯が続いております。青空、すごい晴れてきた。はい、なんかゆわゆわゾーンになりました。すごいトンネルだ。でここにはトイレがあります。5合目5尺、今6合目ですね。標高2392メートル。はい、これからここをずっと登っていきます。はい、分岐になりました。でこっちが今から登る道なんですけど、こっちは帰りに使う下山口となっています。すごい、ここからずっとジグザグジグザグしていきますよ。すごくない？この石のとこからニョキって生えてる。はい、今ジグザグ登っております。ガスってて真っ白で景色が変わらないのでちょっと飽きてきましたね。言っちゃった。はい、あと 4.3 キロ。あ、うんかい。あ、青空も出てきた。いい感じ、いい感じ。ちょっと潰れた。じゃあこれを行動食にしたいと思います。ではいただきます。結構カリッとしてる感じのメロンパンで美味しい。富士山がね今日見られないからこれで見たことにしようかしら。ではワンタイム。美味しい。あ、でも美味しいってことはちょっと体が今求めてるってことだからいいですね。すごい、なんか見えてきたよ。すごい。おー、青空。これも見えてきた気がする。はい、すごいね、いわいわした感じです。そして小屋が見えてきた。小屋群最初の小屋ですね。はい、ここは7合目、標高2700メートルです。最初の小屋、花小屋です。急に一気に晴れました。
めっちゃいい天気。すごい雲海です。はい、着いた。次は日の出館です。ありがとうございます。待ってます。はーい。次はともえ館です。はい、急に晴れてきてすごい雲海が広がっています。めちゃめちゃ綺麗。そしてこっちの山頂方面もよく見えます。おー、いいね。はい、富士一館です。はい、こういうベンチがあるので皆さんここで休憩したりしています。いい感じ。すごいね。めっちゃいい。2800だもんね今。いい感じに登ってきてるよ。はい、鳥居荘です。はい、最後の登り、これが東洋館です。はい、今日の宿に到着しました。これからチェックインしていきます。はい、では着いたのでゴールド飲みます。はい、本日のお部屋はこちらです。部屋は2階建てのお部屋で一つずつ仕切られているので個室みたいな感じになっています。お布団はね、寝袋式ですね。スノーピークの寝袋になってます。かわいい。そして枕元のところにコンセントと、これが電気ですね。自分で消灯する形です。はい、ということで、本日の宿に到着しました。結構ね、カーテンで仕切られていたり、隣との壁があったりするので、かなりプライベート空間がある、部屋となっています。今が、3時40分なんですけど、5時から晩ご飯ですね。で、明日というか今日ですね、23時に出発するので、ちょっと早めに起きて準備してなので、早めにご飯を食べたら早めに寝ようと思います。はい、ゆっくり過ごしたいなと思います。はい、明日はここをずっと登っていきます。上に小屋っぽいのが見えますね。はい、ちょっと着替えて外に出てきました。で、今この気温計は 15.7 度なんですけど、結構風が吹いて肌寒いので、ダウンとあとアルファダイレクトの防寒着と下にメリノールのロンティーを着ています。で、もうね、タイツも履きました。そうなんかね、やっぱり風が吹くと結構寒いかなっていう感じです。でもすごい雲海がめちゃめちゃ綺麗、いいですね。はい、ちょっと晩ご飯までゆっくりしたいと思います。せーの。乾杯。お疲れ様です。
やーたまらん幸せ。そしてこの絶景やばいね。最高ですね。お茶とご飯はおかわり自由です。いただきます。はあ、いいお出汁。あったまるね。朝ごはんはパンでした。チョコパンと塩バターパンです。おやすみなさい。おはようございますというか現在23時です。でここから、山頂を目指してゆっくり歩いていきたいと思います。今日はですね高低差800メートルということでガッと登っていきます。で今はちょっとガスっているんですけどそんなに寒くないです。で今、ミレのハードシェルと下にメルノのロンティー、あとモンベルのベースレイヤー着てドライレイヤーですね。なので1、2、3、4枚着ている感じです。でちょうどいい感じかな。であとメリノのグローブを持ってこれで歩いていこうと思います。結構ねカイロとか持ってきたんですけどカイロまだいらないかなと思って出してないです。はい、それでは出発しますか。よし、これでバッチリです。2日目もよろしくお願いします。こんな感じのいわいわしているところ登っていきます。足重っ。8合目大使館です。はい、どんどん登っていきますよ。はい、続いて8合目蓬莱館です。小屋は24時間営業だそうです。すごいね、山越えで24時間営業ってね。8合目白雲荘です。でちょっとここで、行動食とか食べたいと思います。で今標高がですねなんといつの間にか3000メートル超えてて3200メートルです。でちょっと気温が寒くなってきて今手元の時計で8度ですね。はい、なのでちょっとまたシェルを着始めました。はい、ということでここでもうちょっと休憩してそれから向かいたいと思います。補給タイムでどら焼き食べてます。現在0時半。本来ならいつも寝る時間なんですよ。こんな時間にどら焼き食べてる。絶対ダメですよ。月が綺麗。ちょっとガスが抜けてきたかな。8合目標高3250メートル元祖室ですまだあともうちょっとありますね。500メートルアップ頑張ろうテンションがゴーゴー。すごい人もうなんか8合目なのでワンを摂取したいと思います。ここからガンと登ってきますよ。
ー寒いね。寒い寒い。初詣の列みたい。あ、そんな感じですね。これ確かに正月感できた。すごい。いやーきついね。きつい。風も強い。いやーでも綺麗ね。頑張りますよ。はい。はい、ここが 8.5 合目です。ここが最後の山越えになります。なのでここから先は山頂まで山越えがない形になります。御来光華の夜勤ですって。今度そうやって登りたいの。次は9合目です。おー、あともうちょっと頑張ります。はい、ここが9合目です。あ、これが久須神社のところ。はい、山頂まであと少しです。本当にあとちょっと。そしてヘッドライトの行列とすごいね、綺麗。ゴールですよ。着いたー。ゴール。よいしょ。到着しました。イエイ。すごいね、めっちゃ綺麗。現在時刻が3時45分、4時間ぐらいかけて登ってきました。はい、では山頂着いたのでゴールドです。すごいね、なんかお祭り気分、お祭りみたいですか。すごい。そして人が多い。どうですか。めっちゃ湯気がもくもくです。神谷さんもどうですか。馬です。ゲットしちゃったよ。何をゲットしたかというと、ついに御朱印集めを始めたいと思います。ですね、
ずっと御朱印はやりたいなと思ってたんですけど、このね富士山から始めたかったんです。っていうのもこの御朱印帳はこの富士山頂でしかゲットできないものなんですよね。そして中はですねこんな感じになっております。富士山頂上って書いてあるの、1ページ目に。もうこれがちょっと私の今回の大ミッション、ほら2面になっております。はい、ということでついに御朱印集めを始めました。いやー楽しみ、これから。そしてですね、今年限定の御朱印っていうのもあって、それがじゃ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 ん、こちら。この御朱印は今年限定の御朱印なんです。ちょっとすごく素敵じゃないですか。なので今年富士山に登られる方はぜひゲットしてみてくださいね。なんかこういう特別感あるのっていいですよね。こういうの大好きはい、ということでこれから御朱印を集めていきます。1月10日までお鉢巡りができないんですけど、ここからちょっとね火口を見ることができるのでやってきました。おーいいね。そしてここが剣ヶ峰ですね。剣ヶ峰行きたかったね。メニューです。けんちんうどん美味しかった。頂上バッジっていうのが販売されてあって、日付の刻印をしてくださいます。かわいいじゃんこれ。この手ぬぐいなんか扇屋さんでアミノバイタルグッズを買うとこの手ぬぐいがもらえるそうです。扇屋さんでたくさん買い物しちゃいました。まずねこれ見て、登山証明書、登った日のスタンプが押してくださいます。これね今年かららしいので富士山登った方はぜひゲットしてみてください。そしてまだありますよ。あとはこれキーホルダー、頂上富士山って書いてます。これをちょっとザックにつけて今日は降りたいと思います。こちら写真家の小祝大輔さんという方がこちらで働かれているんですけど、その方のポストカードがここだけでしか買えないんですよね。でたくさん種類があったんですけど、ちょっと私は今日のご来光が本当素晴らしく良かったので、小祝さんが撮ったご来光の写真のポストカードを選びました。そしてねサインもしていただきました。記念になる。で裏にはスタンプも押してくださってます。なのでちょっと思い出にねこういうお土産ぜひ皆さんゲットしてみてください。ありがとうございます。お世話になりました。はい。ここから降りてきます。なかなかの長いね。まあまあ頑張りましょう。雪の上を歩いてるみたい。ふわふわふわって。バックするんだ。
須走口と吉田口が下山は一緒なので、分岐まで下っています。すっごい下ってるんですよ。で砂ぼこりが舞うから今手ぬぐいでこうやって覆ってます。こういう時も手ぬぐいめちゃめちゃ使える。ちなみに神谷さんもオレンジャーなんかちょっとさ赤土になってきたね。土の感じが本当変わってきました。はい、ここは吉田口と須走口の分岐になります。お腹が空いてきたのでパーフェクトエネルギーいただきます。あとスバルライン5合目まで 5.7 キロ175分ってことは3時間？こっから3時間？まだまだありますね。はい、こっちです。お、分岐ですね。で、ここは行きに山小屋へと登ったところの分岐です。いやー、昨日かここずっと登っていきました。そして下山はちょっと大変だった。長かったです本当にね。今日真っ黒のビボで来たんですけど、かなりいいブラウンになりました。これはこれでいいねすごくない？なので富士山に来るときはまあ汚れてもいい靴で来てください。お疲れ様でした。お疲れでした。いやー、楽しかったですね。ちょっと長かったけど、濃厚な2日間でした。はい。また行きたいなって思う人。はーい。富士山のイメージがなんかちょっと変わった気がする。そうですよね。私もなんか富士山1回でいいやと思ったけど、本当に毎年行きたいって思うような。はい、本当に。やっぱ発展がありますよね。ありましたね。すごい良かった。はい。もうすぐゲートなんですけど、なんと最後に上りがあるんですよ。この上りが結構辛い。はい、ゴールです。到着しました。ありがとうございます。ゴールはい、下山したのでゴールドです。お疲れ様でした。はい。今回持っていった装備はこちらです。実際に登ってみての感想をお伝えしていきます。まずこれは持ってきてよかったなと思うものは防寒着です。8.5 合目あたりから風がかなり強くなってとても寒かったので、暖かめのダウンを持っていって正解でした。ご来光を待つ時間も1時間ほどあったので、ダウンパンツもかなり役立ちました。タイツは夜間登山をするならあった方が安心ですが、下山時はかなり暑くなるかなと思います。雨が降らなくてもレインウェアは暴風着としても活躍するので、風から体を守るためにもしっかりめのものを持っていくのがおすすめです。こちらは行動食。アミノバイタルはもちろん、長い下山で集中力が切れた時にラムネが大活躍しました。サングラスも必携です。日差しだけではなく下山時の砂ぼこり対策にもなります。逆にあればよかったなと思ったものは100円玉。トイレで使うので多めに用意しておくと安心です。下山では短いゲーターもあると便利です。小石が靴の中に入りやすいので歩きやすさが変わると思います。夜間登山をするときは防風性、保温性のあるグローブやヘッドライトの予備を持っていくと安心だと思います。逆に使わなかったのは傘。これは一度も使えませんでした。風が強く刺せる状態じゃなかったです。あと吉田ルートは山小屋が多いので、水は必要になったタイミングで購入することもできます。
飲む量には個人差があるので、自分に合った量を持っていくのがいいのかなと思います。今回ご紹介したのは、7月に吉田ルートを実際に歩いて感じた感想です。これから富士山に登る予定のある方は、ぜひ装備選びの参考にしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。